こんにちは、あおいです。今日は保育園で大人気の春雨サラダのレシピをご紹介します。前回アップした晩餐数もすごく人気だったんですが、この春雨サラダも保育園で大人気のメニューです。同じ材料ですごく簡単に作れますので、ぜひこちらも作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。間違えた。それでは早速作っていきましょう。葵の給食室。今日はハムとキュウリと人参と春雨を使っていきます。晩餐数と材料はね、全く一緒です。調味料がちょっと変わるだけです。今日はキュウリ1本使い切る量で作っていきます。野菜はすべて千切りにしていきます。春雨が細いので形状を合わせるとすごくね、食べやすくなります。切れない、やばい。今日は短めに切ってたのでこのまま使うんですけれども、長く切ってる場合はこの半分の長さに切っておきます。きゅうりも同じで千切りにしていきます。両端少し切り落として、きゅうりがいい匂いかも。お腹空きすぎてこのままきゅうりだけでも食べたい。きゅうりは長めに切ってたのでこの半分の長さに切っておきます。ハムは噛み切りにくい食材になりますので、半分に切ったら細く切っていきます。これは結構春雨サラダだけじゃなくても基本的に子供用のハムはほとんどこの細切りにしてます。全部材料を切れたので早速すべて茹でていきましょう。もうちょっとでね、完成。もうこれはあっという間にできるので本当に簡単です。では食材を茹でていきましょう。根菜類は水から茹でるのが基本になりますので、人参は水から茹でます。まだ火はつけていない状態で人参を入れて、そしたら火をつけます。人参はお湯が沸騰してからだいたい 2,3 分茹でていきます。では引き上げていきます。で、お湯毎回新しいの使うと時間もかかるので、次きゅうり茹でるのはこのままのお湯で茹でます。ほうれん草とかアクが強い野菜の場合はお湯毎回してるんですけど、人参そんなにアクが強い野菜じゃないのでこのままのお湯を使います。むしろね、野菜スープとして使いたいぐらいなので。では次きゅうりを入れます。きゅうりは沸騰したお湯に入れていきます。で、大人の料理はきゅうり生で使うと思うんですけど、保育園の場合は加熱殺菌の意味できゅうりを必ず加熱をしています。しっかり歯が生えてきて咀嚼も十分できるようになってきたら、ご家庭では生のきゅうりあげても大丈夫なんですけど、まだちょっと噛むのが難しい場合は保育園と同じようにさっと茹でた方が噛み切りやすくなります。きゅうりは加熱殺菌が目的なので1分だけさっと茹でたら引き上げていきましょう。ハムを茹でていきましょう。きゅうりは少し人参よりもアクがある野菜なのでお湯は一旦取り替えてます。で、ハムは先ほど言ったようにお子様にとって少し噛み切りにくい食材になるので、この茹でてる段階でくっついて茹で上がらないように少しほぐします。ハムも保育園では加熱殺菌の意味で1回茹でてから提供してます。なのでハムも1分間茹でてから引き上げていきましょう。今ちょっとなまってたね1分間がちょっとなまってた。今茹でた野菜は流水にさらしてしっかりと冷ましておきましょう。いよいよ主役の春雨を茹でていきましょう。今日使うのは東和乾物さん、工場見学に行かさせていただいた東和乾物さんの春雨を使うんですけど、もうすでに学校給食用に5センチ幅にカットされてるので切る必要がないのですごくね、便利なんです。春雨も入れたらくっついてしまうのですぐほぐします。春雨って2種類があって、今日使っている緑豆春雨という種類と、あともう一つ国産春雨っていう2種類のものがあるんですね。で、今日使っているこの緑豆春雨は熱に強くって煮崩れしにくいので
大量調理とか、あとスープとかで煮込む時に形がしっかり残ったまま提供できる特徴があります。あとコシもあってちょっと弾力があるものが緑豆春雨になります。国産春雨は熱に弱いので茹でる時間が短くて済むんですね。で食感はどちらかというともちもちっとした形で歯切れがいいものが国産春雨になります。でご家庭で作り置きしたいっていう場合はこの緑豆春雨の方が春雨同士が翌日になってもくっついたりしないので、こっちの方がおすすめです。で保育園によっても両方使う園もあればどっちかだけ使う園もあるので、皆さんがお好きな方を選んで使っていただくのがいいかなと思います。春雨はさっと茹でると子供が噛み切れないので、少し長めのだいたい12分から15分ぐらい茹でます。そしたらざるにあけるんですが、春雨もしっかりと流水で冷ましておきましょう。すべてをあえていきましょう。茹でた野菜はまずよーく水気を絞ります。きゅうりもハムも1回茹でてますので、ここで絞らないと味がべちゃっとして美味しくなくなります。春雨サラダって本当によく子供食べますよね。前回の晩餐数も本当にすごいよく食べるんですけど、この今日のマヨネーズの春雨サラダも保育園で定番のレシピで本当によく食べます。やっぱり子供はつるっとしたものがすごい好きですね。春雨も水気絞って入れていきます。ちょっとねツルツルして絞るの難しいんですけど、ここもしっかりと絞っていきましょう。あと今日はこのままね5センチのカットのままで使ってますけど、 1,2 歳児のお子様はもう少しハサミで細かくカットしてください。この春雨サラダって保育園とか学校によってはシルバーサラダって呼んでいて、最初シルバーサラダってなんだと私は思ったんですけど、確かこの春雨とマヨネーズが合わさるとシルバーっぽく輝くみたいな、そんな意味だったような気がしますすべて水気が絞れたらここに味をつけていきましょう。今日はマヨネーズで味付けしていきます。卵アレルギーのお子様がいる場合はハムもねつなぎで卵が使われていることがほとんどなので、卵不使用のハムを使ってマヨネーズもマヨドレにしています。それからお塩も少し加えていきます。お塩とあと胡椒も一振り入れていきます。あまり入れると辛いので風味付け程度に入れていきましょう。そしたらあとはもうすべて混ぜるだけです。ザ給食多分これ小学校給食でも出てたりするから懐かしいって思う方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。晩餐数の方が有名なのかな。でもどっちも美味しいですよね。私は春雨どっちも大好きで、なるべく冷蔵庫で冷やした方が美味しいので、時間がある時は少し冷蔵庫に入れてから提供してください。給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。美味しそう。いつも言ってるけど美味しそう。これ大好きなんですよ私。いやこれも毎回言ってるけどちょっと多めに食べたい。これですよ。これ美味しい。無限に食べられるぞこれは。今撮影がされてちょっと本気で今一瞬食べてた。美味しく食べるにはなるべく冷蔵庫で冷やした状態で食べるっていうのがおすすめなので、作ったら一回冷蔵庫で冷やしてから提供しましょう。前回大人気だった晩餐数と全く同じ材料で作れますので、ぜひこちらも作ってみてください。本当にこれも保育園で大人気のレシピです。YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると、毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については、概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。